何してくれてんのっていう、しかもなんかこんな密着の日になんでこんなこと起きるっていう。ある程度見せしめみたいなことを俺はした方がいいと思う。解約の金額的に言うと多分日本で一番多かったというか、まあ、逆日本一みたいな感じになってて、でもそこがもう無理って思いましたね。嘘つかれたのは。なんかその最初に隠そうとしたってことでしょ、その話を。ご来店ありがとうございます。ご来店ありがとうございます。お疲れ様。今日のさ予約の来店率どんな感じ？今日の来店率は4件中3件です。一回さ、うな呼べる？うなさん。なんかその先月の、まあ、その解約の金額的に言うと多分日本で一番多かったというか、まあ、逆日本一みたいな感じになってて、原因どんな感じなのかなみたいなさ。私も解約多かったんですけど、プレミアムプランとか前進の15回以上っていうその回数の多いお客様の解約が結構多く目立ってて、効果満足したからもうやめたいとかっていう方が結構多くって。なるほどね。効果感じてもらえたらもちろんポジティブな反応なんだけど、また通わせたいと思える接客だったりとか、やっぱ美意識上がるなとか、うちが提供するサービスは確実にいいんだなと思ってくださってるのは前提としてあるわけじゃん、そしたらうちがさラインナップとして持ってる他のマシンだったりとか、例えば脂肪冷却とかもちろんアクアピュアとかいろんなさこう選択肢とかをなんか今後どんどん提案してってあげてほしいんだよね。はい、お願いします。かしこまりました。まあちょっとそこ気になったからさ。そうです。やっぱ本店っていうね、なんか、まあ、別に悪くはなかったんですけど、本店って俺の中で言うとまあ 1.5 倍ぐらい良くないと本店って言えないよねっていう。そうだからより高い水準求めちゃうんで、ああ一人またスタッフを、切ねえな。何してくれてんのっていう、しかもなんかこんな密着の日になんでこんなこと起きるっていう。他なんか俺がいる時に言っておきたいことがあります？まあそのこととか、まあこういうあれをしようかなっていうのは。そのペナルティに関して言うと正解ってやっぱないわけだから、みんなが思う妥協案だったりとか、まあもちろんあいつがしたことは悪いことなんだけど、まあどういうジャッジにするか、まああえて俺ここで言及しても多分、みんなの方がより現場で共有してる時間も多いと思うから、そこで納得するジャッジを出してほしいな。まあループあるじゃないですか。ループをまあ酒飲んで乗ってたっていう。でお前どういうことって今詰めたら、最初しらばっくれて、でアプリ見たらまあ乗ってたっていう。でやっぱ本店のやつらからしたら、まあそのいろんなことを我慢して守ってきたこの本店とかローランドグループの看板をやっぱ壊されることに対してすごくやっぱ彼らからしても憤りを感じるわけですよ。そうだからもうちょっとある種のなんかもうなんていうんですかね、まあ不満じゃないですけど、やっぱそこで甘いジャッジをすると、じゃあこれぐらい守ってきた俺たち何なんですかになるし、で今その話をするっていう。だから本当経営者として楽しい瞬間って多分10個仕事あったらもう1個あるかないかぐらいで本当しんどい仕事なんですよね。
そう意外と地味なんだよな。だから俺が思うその経営者のこうライフスタイルって肩書きはキラキラして見えるかもしれないけど、実際やることってなんかちょっと小言を言うとか、嫌な決済をこうしなきゃいけないとか、割とそういうところなんだよな。嫌な話しますか。はい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 、嫌な話をしましょう。全くね。おいおい、いらっしゃいませ。どんな感じよ。で、まあちょっと事実かどうかもわかんないから、まあ俺と潤さんも立ち会うからそこで聞こうって話になって、潤ちょっとさ、一旦こっち来る。なんかもう毎日それで出勤あれがもう帰ってた。会長的にどうしたいとかあります？いや俺はそうね、オーナー的な本当純粋に利益ベースで見たら、もちろんダメなものはダメだから、もちろんクビにするってやっちゃ間違いじゃないと思うのよ。で一回そのペナルティーがあって本人が反省した上で、何が一番嫌かって言ったら、俺そこでしっかり謝って本当やりましたって言ったらまだ一向の余地あったのかなみたいなところは確かにあるんだけど、でもそこがもう無理って思いましたもん。嘘つかれたのは。なんか最初に隠そうとしたってことでしょ、その話を。で実際現実的な話をすると、人を増やしていかなきゃいけない中である程度ヘルプができる、で売り上げもこれからついてきたっていうスタッフであることは確か。ただこれを認めたら、今まで俺たちが作ってきたブランドは何だったんですか、俺たちの我慢何だったんですかって思つスタッフも出てくるだろうし、ある程度見せしめみたいなことを俺はした方がいいと思う。それ本人の前ですか？本人とかも全体の前で、こういうことしたらこういう風になるんだっていうことをもう目に見えてわかるじゃん、彼らが。でも今日の営業後の合同ミーティングで言おうかなと思って。そうね、ちょうどいいね。そしたらね、そのマニュアルの中にもあるんで、でマニュアルの件今日触れるんで、確かにちょうどよかったかもな。そうマジか、あいつな、ほんとな、頑張ったらんな。僕もちょっと申し訳ないですけど、勉強になったんで。そうな、なんか寂しいな。寂しいです。俺らでやってくよ。お願いします。はい。ありがとうございます。たださ、丸いス1個欲しいのと、失礼します。お邪魔してもいいですか？初指名シャンパンありがとうございます。ありがとう。そして誰よりも早い誕生日プレゼントありがとうございます。一つ大阪になんか担当いるらしいんですけど、大阪の者たちは幸せにできなかったらしいんで、俺が幸せにしてる。何人担当いるの？ちなみに聞いてもいいの？何人担当いるの？決勝戦今。ほんまに？じゃあ決勝戦頑張ろう。でも俺なんか女の子でも彼氏持ちの子とか、例えば担当さんいますってなったらみんな多分さ、もうライバルいるんだみたいな感じでさ、ちょっと落ち込んだりするじゃん。で俺結構考え方逆で、なんかもし彼氏とかがいなかったらもうリーグ戦から予選しなきゃいけない、もうさみんなで取り合わなきゃいけないけど、彼氏いたらそいつに決勝戦でそいつに勝てばもう優勝できるなと思ったら、そういきなり決勝ですからね。そういきなり決勝なのよ。そうだからそいつに勝ちさえすればもう優勝じゃん。 PK と一緒だ。優勝しに行っていい？
お疲れお疲れ。ちょっと一回別府ルームで、待ってる。ちょっとお茶出してあげて、明け師匠に。リップ案内して、リップ。サランとかショーとかね、プラスねいたじゃないですか。負けた時にうわ悔しいなってめっちゃ泣きそうになるんですけど、その時に、売りかけしたら俺勝ってたのになんであんなやつ負けんだみたいな、やっぱ思うわけですよ。その時にもう悔しい気持ちでこれ飲むんですよ。あ、取って取って。ちょっと飲む。ああ、なんか飲むね。いやー長かったな。調子はどんな感じなの今？先日はコロナになっちゃったんで、休みかったんであれですね。指名50の賞金200から250ぐらいが。指名50なの？指名は50ぐらいがアウェイですかね。ああ、なるほど。初回はついてんの？初回は写真指名がメインになってますね。ああ。なんか俺はシックの方がいいかなと思ってんのよ。その入る上で今から気持ちを準備しておいてほしいのは、まず初回とかはもう行きまくった方がいい。なんか頑張るのが今更恥ずかしいなとか、頑張ってがっつり取れなかった時なんかメンツがこうなんか潰れるなとか、ある種の今までの蓄積による変なプライドみたいなのがあるとしたら、俺それが一番再起するために無駄になると思ってんのよ。もうほんと新人になった気持ちでやった方がいい、ガチで。明け翔さんってホストだったんですかっていうような、もうホスト未経験の子たちの集まりだから、そこでガチでゼロからスタートした方がいいなって俺のジャッジだから、ショーを売り出せるようなアプローチは俺もするし、でもなんであの人だけってならない結果はもちろん出してほしいし、もちろんショーは俺にとって特別だけど、だからといって特別扱いをずっとできるわけではないから、そうだから本当人生の変わるきっかけとして、このきっかけをすげえ大事にしてほしいなっていうところ。期待しますよ。ありがとうございます。今入ったあれって、ご存知の彼ですよね。彼です。僕が知ってるのは、彼がお店をやってたことが最後の情報なんですけど。そうですね。店やって、で店が言い方あれですけど潰れて、でそこからまたプラチナ戻って、で悩んでたんで、一回一緒に飲み行ったんですよ。あ、そうなんだ。いや俺の中で特別な思い入れのあるスタッフなんで、あいついなかったら頑張れなかったなみたいな、本当にあの時現役時代でもう本当一緒にやった戦友みたいなやつだから、幸せになってほしいし、なるほど。やっぱりちょっと環境を変えたいっていう部分もあったみたいで、そこからなんかね、なるほどね、入店っていうことになりましたね。あ、もう決まり。12月頭から。そう。春馬もさ、大阪ゲスト来てるわけじゃん今日。だから勉強になるからついた方がいい。俺たちは席に、どういう喋り方してんのかなとかさ、もうそういう一つのものでもいいから吸収した方がいい。わかりました。いいよ。大丈夫？声出しとかもしっかり。わかりました。あとはシャンパンコールとかもそうだけどさ、もう元気よくね。ビーラスとか大阪っすか？大阪のお客様。いや、そうです。じゃあちょっとつかしてもらおうか。わかりました。ね。率先的に明るく話して、一番ダメなケースっていうのが喋らない面白くないお酒が減るが一番ダメだから。オッケー。顔ってこい。はい。5分ぐらいで回そうと思ったんで。あ、オッケーです。どうもローランドと言います。こんにちは。でも初めまして。いや飲みなしありがとうございます。今日初指名でね。いただいてもいいですか？ありがとうございます。メガネ投げないでください。いや投げねえだろ。いや今日ねどんな感情なの？今日あれカメラ。
どう考えてもお前変なふりやめとけマジで。ごめんね、今日なんかちょっとゲスト出勤っていうのもあってわちゃわちゃってなっちゃうんだけど、そう一緒にわちゃわちゃしてもらったら最高な一日にしましょう。よろしくお願いします。メガネをいいことに。メガネをいいことに。ちょっと面接使っていい？ここあるかです。どんな感じよ？温度感良さそう？まあそうですね。これはまあいいんじゃないかなと。売名的な感じとかじゃないって感じ？はいいいやん。おいよろしくありがとう。でかっでかっ面白い。いや俺会いたかったのよマジで。いや嬉しいですよ。ありがとうありがとう。座って座って、はい、J リーグでしょ？そうですね。埼玉一部からさよく J 行けたね。そうですね。練習参加してたの？練習参加1週間だけ行って、ああそういう決まったんだ。なんか天然芝って高いじゃないですか。で本物のボールじゃないですか J リーグの。打った瞬間すごくてたまたまセレクションの時の神降りてきたんだ。有形の皆さんも「お前やば」みたいな「どこにいたの?」って言われて、で1週間そうバレずにバレずに入ったら俺なんか違うぞみたいな。入ったらそこバレました1ヶ月弱ぐらいで。ポジションのフォワード？フォワードです。マジでウケんだけど。そうなんだ。身長何センチなの？2万回ぐらい聞かれてるでしょこのくだり。そうですね聞かれますね。そうだよね。ああでもなんかスーツ似合いそうだし、なんか普通にいや売れさせてえなマジで。ハーフ？ハーフです。どこ？アメリカ？アメリカです。へえ。じゃあさインバウンドのお客様来ててもさ全然対応できる？英語ですか？まあノリでいけますね。ノリでいける？まあ喋れないです。喋れないのめちゃめちゃ裏切ってくるじゃん。めちゃめちゃ裏切ってくるんだ。なんだ。じゃあよろしくな。いつから入店できるの？11月5日？今日からですね。今日から。はい。今日からね。今日も帰れないって言ったら。ああオッケーオッケー。そうだね確かに。オッケー。おもろいなあいつ。売れさせたいぞこいつは。でそのままシックに今から行きます。シック歩いても横に来ないですか？いやなんかやっぱスターは歩かないからさ。極力ね。この距離車乗るの？演出。10メートルじゃん。いやなんか一時期歩いたりとかしたけど、なんか安っぽくなるなと思って。金払わなきゃ会えないさ存在なのになんか普通にさ、はい、このオープンエアを人力で歩くっていうのがなんかかっこ悪いなと思っちゃって。やっぱスターって人力で動かないじゃないですか。そう。ヒロミ呼んで。いい時もあれば悪い時もあるわけよ。落ちる時はまあしょうがないタイミングもそういうものもあるから、そこで弱気なマネジメントすると組織が腐る。このローランドグループっていう看板を守るために結構いろんなこと我慢してきたんですよ実は。